どうも雨より決しての宮迫です。さあそしてゴンザレスさんも2回目の登場でございます、はい、お願いします。去年かな、2020年自生してる大麻を探しに北海道行ってきたんですけど、はいはいはい、見つかったんですよね。そういうのとかを見ながらこう番組にしてみたりとか。見つかったやつはどうするんですか？あれだって干すって別に生成っていうかしなかったら乾燥してやらない普通に生えてる草ですから。あ、そっか、自生やからいいんだ。そうです、はい、それをまた株を持ち帰って、はい、なんかするとダメなんですね。ダメなんですよ。あ、なるほど。だからそれを探しに行くっていうのをやってみたりとか。なんで探すんですか？なんで自生する大麻を探しに行くんですか？いやほら、皆さんご存知の通り昨今薬物が不足して大変じゃないですか、この国は。いや、不足していいんですよ。薬物は根絶するべきものなんですよ。インポートものが手に入らなくて。誰が薬物をインポートものって呼ぶ人がいるんですか？いや、なんか地産地消でね、違う薬物地産地消とかつことあかんねん。あ、そうです。そういうので大麻に人気が集中しているということで、その現象を追おうということで、一応ジャーナリスト目線なんですけど、発想がね、そういうところがあるので。でも北海道に自生してるんだの情報を初めて知るのは面白いですね。そうですね。僕らからすると結構よく聞く話だから、でも現場を見たことないなっていうのがあって。でもそんなんが生えてる場所ってクマ出るでしょ。だから途中でレンジャーの人とかに話を聞いてて、どんどん怖くなってきて、クマってそんななのと思って、なんかめちゃくちゃ足早いらしいんですよ。早いですよね。しかも今ってなんかクマとか銃とかで撃ったりとか、ハンターの人とか撃つのとかも結構許可がいろいろ、その場所が国立公園とかだったりするとさらにダメだとか、いろいろ面倒くさいことになってて、めちゃめちゃクマ賢いですから、何かクマが嫌がることをしたら、その人の顔とか全部覚えてるんですって。ずっとその人だけを追っかけてくるんですって。むっちゃ怖いんですよ。だから一番追っかけられやすいタイプじゃないですか。美味しそうやし、人類で一番ね、テディベアに近いって言われてますから。もう縄ぶれ入ってきたんばれて行かれますって。プーさんみたく蜂蜜から行っちゃうと、いや、そんな可愛くない。そんな可愛くない。プーさんそんなヒゲ面じゃないから。いやでもなんかクマって泳ぎも早いらしいです。よく考えたら白クマがね泳げるじゃないですか。あれと同じような感じでクマ普通に泳げますから。シーカヤックでやってたらクマが追いかけてきたとか。めっちゃ怖いですから。ほんで今ね、いろいろ温暖化やなんかいろいろ気候が変わってきてますから、餌が少なくなってどんどんクマが降りてきてますから、もう今めっちゃ怖い。もうほんまに都会にそのうちクマ現れますよ。ねえ、ほんと怖いですよ。で考えたらそんな自生してる場所なんか絶対出ますから。昔、オレゴン州に、サスカッチってその雪男を探しに行ったことがあるんですけど、一人で探しに行ったんですよね。森の中に一人で入っていったら、結構ねオレゴンの森の中ってねあっちゅう間にね方向感覚を失うんですよ。やっぱねああいうところにね一人当然いつも取材一人だから基本。もちろんなんか案内してくれる人もなし？基本は僕の取材は全部一人ですよ。ジャーニーの時だけディレクターさんカメラ持ってついてきてましたけど、それ以外の取材は基本僕普段の活動は一人だから。よう生きてますね。そんなん一人の方が助かる率高いですって。本当に誰かいたらそっちに引っ張られるから。本当にその人を犠牲にして助かろうみたいに思う時もありますよ。正直ジャーニーのディレクターさんを、瞳悟空にして俺だけ助かろうって何回か思ってた。何ちゅうやつや。ありますからこいつを置いていけば俺だけ助かるとか、いつもそういう計算をしてましたから。いや、一番捕まるタイプなんかどう見ても速く走れるように見えへんねやから。だからそこがポイントなんですよ。走って逃げないから注目されてないわけですよ。ゆっくりもそうだから絶対こいつは走って逃げないだろうなと思って警戒心が緩んでるんで、そういう時にちゃんと交渉したりとかすると大丈夫。逃げないから、俺は逃げないからちょっと交渉のテーブルに乗ってくれっていう。なるほど。逃げるとそうか、人はなんか追っかけたくもなるし攻撃もしたくなるんだ。僕の方も逃げる気はないんです。逃げて助かることってないので、大体ちゃんと和解してから行かないとろくなことにならない。確かに。です。例えばなんですけど、僕が取材していく中で変な人に出会ったりするんですよ。で例えば一例なんですけど、これはちょっと僕が
テーマでこういう写真ですって言った後にお見せしたいなと思うんですが、マンハッタン、ニューヨークマンハッタンありますね、真ん中、世界一の大都会です、あそこで上半身裸の男が手足に鎖を巻きつけながら、お尻に般若のお面をつけて叫んでたって言ったら信じます？そんなやつおるわけないでしょね、とな話になるじゃないですか、これなんですけど、おるなどういうこと？これ僕空に向かって叫んでたから、声かけられなかったです、怖くて。これはどういうこと？何でしょうね。全く分かんなかったです。やばすぎて近寄れなかったです、これ以上は。そうですよね。最も悪い X メンなんですかねうまいでもなんかね、パフォーマーなのかな、どっちかギリギリだなと思ったの。なんでしょう。特殊能力はこの般若のお面の口から何か出るんでしょうね。うんこではない何かが出るんでしょうね。めちゃくちゃ強そうですね。めちゃくちゃ強そうでしょ。でも多分悪いね。みんなの言うこと聞かへんねんだから。なんかね、鎖とか巻きつけてたから、いわゆるホームレス的な人とかじゃないんですよ。ズボンとかもちゃんとしたズボンで、一応紛争ですよね。パフォーマーなのかな、どっちかなと思ったんですけど、ちょっとこうラリってるかどっちか本当に分かんなくて、でもやばいなっていう。X メンに入りたい人ですよ。宮迫さんってあれですか、アメリカはよく行かれてました？よくは行ってないですけど、何度かもちろん行ったことあります。コーヒーってお好きですか？コーヒー飲むっちゃ飲みますね。オレゴン州にコーヒー屋さんがあるんですけど、こういうコーヒー屋さんなんですけど、行ったことはあります？ないですよ。ビキニって書いてあるんです。お前何ですかこれビキニコーヒーって通称呼ばれてるんですけど、これ行くとお姉さんがビキニで接客してくれるんですけど。ちょっと待ってください。これビキニですか？これ普通の乳首出てますけど。いや出てないです、出てないです。出てたら YouTube 出せないですよ。ビキニじゃなくてこれ下着。とも言えるんですけど。下着ですね、完全に。ここね、宮迫さん、行ったらぜひちょっとトライしてもらいたいなと。普通にコーヒー屋さんなんですか？そうなんですけど、これアメリカってなんていうんですか、性別に関して、結構うるさいというか、最先端の国というか、男女っていう分け方自体ナンセンスだみたいな感じの、ところあるじゃないですか。もうビキニコーヒーとか聞くと、もうこのお姉さんのイメージで僕ら言っちゃうじゃないですか。ビキニの男性の時もあるんです。どうシフト言うといてくれんと、それはシフトをちゃんと出しといてくれないと。いやでもそこはちょっと轟さんの学校で言ってます。ややこしいな。もう本人はこの女性が出てきてほしいのに、キャラクターは女子の黙ってるって言うんでしょ。ややこしいな。でちなみにこれドライブスルーなんですよ。だけど僕、ドライブスルーで行ったら、写真本当はこれ NG なんですよ、このお店。だけどドライブスルーで普通に行ったら多分撮らせてくんねえなと思って、車の列に俺一人でピンで並んでたんです。カメラ持ったまま、で日本から来たっつってドライブスルーのカウンターで通るやつが来て、でもうお姉さんも爆笑しちゃって、手立てて受けて、それでなんかこう写真いいわよっていう。でこのコーヒー屋さんの気遣いとして、こういう気遣いをしてくれるんですね。ビキニって入ってないコーヒーを取ってくれるんです。なるほどなるほど。お昼休みとかにめちゃめちゃ並ぶんですよ、その近所の人たちが。サラリーマンの方が。でもここ行ったってわからないように無印のコーヒーをくれるんですね。お昼休みにビキニ見たいかな、しかし。向こうの人たちも。オレゴン州って全米で一番ストリップが多い州なんですね。だからちょっと裸文化っていうのは実際裸祭りみたいなの結構あったんですよ。宮迫さん、ブラジルは行かれたことあります？ブラジルないです。さっきのこんなことあったんですけど信じられますシリーズなんですが、ください。僕レストランで飲んで、ちょっとレストランっていうか飲み屋バーカフェバーっていうんですか、食事もできる、酒も飲めるっていうところで、ちょうどこう通りを見るような感じでこう飲んでたんですね。そしたらですね、目の前を通り過ぎる
おじさんが突然火吹いたんですよ。そんなわけないでしょ。はい、僕そういうふうに日本帰ったらそう言われると思ったから、はい、とっさにバッと撮ったんですよ。はいはい、の写真がこれなんですけど、吹いてますね。でこのお客さんっていうか周りのそのレストランのお客さんたちの何とも思ってない感っていうんですか。おっさん火吹いてんのに無視ですもんね、うん、振り返りもしてない。吹いてる人が火吹くんですよ。意味わかんなくて、これで周りの人たちが全く無関心っていうか何にも気にしてないんですよ。どういうこと？いや何にも気にしてないもそうやけど、もうちょっと楽しそうに飯食えやどんだけ嫌そうに飯食うてんねん。そこ全員でいや火無視だけじゃなくて楽しそうにせえやなんやこの右のやつなんかこれなんやなかなかそっちに目がいくとはさすがですね。いやもうこれもリストラされた人の顔ですよこれこの右の人なんてどうすんだよこれからの顔してますけど、すごいな。でも路上パフォーマーって感じのもないですね。いやじゃないです。普通に俺も路上パフォーマーかなと思って実はこの後ちょっと追っかけたんですけど、はいはい、そしたら普通にただ道でただ火吹いただけのおじさんですよ。だから最初は注目されてたんでしょ。最初はバーッと火吹いて「おおなんだよ!」って毎日来るから、2回目も「おおまた来たのかよ!」3回目毎日やってんの4日目は「おまた来たよ」でもう5日目ぐらいからもうこれですよリストラもされたからもうこれですよ関係あれへんもう関係あれへんって。いやもうそういうことになるんですよね。なるほど。これロサンゼルスなんですけど、はい、ロサンゼルスで僕こういうですねギャングのおじさんと会ったんですね。ギャングですね。顔面に字書いとんな。はい、でこの人が帰ろうとしたら取材終わって、はい、この人はとっとといいよみたいな感じだったんですけど、奥さんが来て、はい、私たちのところ来てね遊びに来てこのまま返すわけにいかないわって言って、はい、とあるものを出してきたんですよ。何だと思います？奥さんが。はい。何ですかその薬物的なことですか？いや違います。わかんないです。何ですか？ピザです。ピザ？かわいい？いや急にな。いや俺たちの家に遊びに来たらピザ食ってけと。これねただね日曜の朝なんですよ。日曜の朝いきなりピザ出されて、このこってりしたやつ、はい、ビールも出されて、そらこの体なるわ。でもなんかいろんな国で締めの一品とかなんていうか来たらお茶を出すとかそういうのがあるじゃないですか、はいはい、日本だとお茶飲んでってくださいじゃないですか、1杯だけじゃなくて2、3杯みたいな話になるんですけど、はい、ギャングだとピザなんだなっていう。ギャングピザなんですか？ピザとビールピザとビール、はい、いやもうだって僕1枚だけじゃあお付き合いでと思って1枚で食べるじゃないですか、はい、ワンピースだけで、はい、食ったら帰ろうかなと思ったら1枚だけなんてダメよとか言って奥さんがまた持ってきてどんどん食えるかそんなにと思いながら朝から。いやもう王成人病ですよこれこの人このお腹感はすごいですよね。ちなみに宮迫さん20代の頃とか飲まれた後とかはやっぱ締めの一品で締めはラーメンとか言ってました？まあそうですね、若い時は言ってましたよ。はいはいはい。今はもう行かれます？今ラーメンも全然食べないですね。アメリカとか行かれた時に飲んだりとかした後、締める時って何か言いました？アメリカのよくある締め大体2パターンらしいんですけど何だと思いますか？何やろう、ホットドッグとかですか？ああそうですね、ホットドッグもあるんですけどピザですね。やっぱピザなの？ピザかバーガー類かアイスクリーム。そうかバーガーか。アイスクリームです。アイスクリームはいはい、なんかすごいやつ、はい、ちょっとこれ意外なんですけどフィリピンだと、ちなみに何だと思います？ちょっとアメリカ編で言うのもなんなんですけどフィリピンちょっとこれ僕ね今までの中で一番衝撃でした。飲んだ後の締め何って聞いたら結構聞くんですよ地元のやつ、この飲んだ後に最後なんか食べたりとかするのって聞いたら、フィリピンはシューマイでした。シューマイ意外すぎてまさかのシューマイしかもシューマイで通じるんですよ。宮迫さんっていろんなところロケ行かれてるじゃないですか。はいはいはい。その中で下水道とかって入ったことあります？
下水道はまあないですね。あんまないですか？基本ないですよ。そんななんかお笑い芸人が下水道の中入るロケってあんま聞かないですよ。僕はニューヨークのブルックリンの下水道に行ったことがあるんですが、はい、こんな下水道なんですよ。ちょっとかっこいいんですけど、ほうでこれ200年ぐらい前から使われてる下水道そのまま使ってるんですけど、奥の方行くとさすがにちょっとこう水がこう流れてるんです、はいはい、でこれどんな匂いすると思います？下水って意外と匂い嗅いだことないじゃないですか。僕ははっきり言って糞尿の匂いがすると思って行ったんですよ、はい、でも全然違う匂いがしたんです。どんな匂いだと思います？臭いは臭いんでしょ？臭いは臭いです。どんな匂い？なんかやっぱ薬物の匂いとか。近い。ケミカルの匂いですね。薬品だから洗剤とか、はい、多分いろんなものを洗い流した洗剤の匂いが混ざり合ってる匂いなんですね。糞尿とかよりもそっちの刺激臭がすごくて、だから環境に悪いっていうのをここ行って初めて分かりました。こういうことになるから環境に悪いんだと思って、なんか正直自分の手元で何かを洗ってる時とかは全然分からなかったんですけど、こう集まってくるとこんなのは確かにダメだなとは思います。ただこれよく見るとうんこは流れてるんですよ。ちなみにこれいやもうでもアメリカ映画とかでその下水道知ってまするじゃないですか。あんなんようするわ。じゃあちなみにここなんですけど、ここら辺から全部です。うわ今映ってます？これはね見えないと思います。本当に影になってて、影だと思って踏んだらパキパキどけないんですよこいつら。もう僕ゴキブリが一番ダメなんですよ。僕はこの時以来時々夢に見ます。本当に。で向こうのゴキブリってでかいですもんね。でしかも人間が踏んだぐらいじゃ死なないからどけないんですよ。力がこう流線形でこう力が分散されて踏んだぐらい全然死なないんで、そのままなんかカチカチですよね、はい、カブトムシみたいな。思い出した。でも下水道じゃないですけど、今はだいぶすごい綺麗になりましたけど、道頓堀の川でね、はい、昔レースしたんですよ、ボートレース僕らとか出川さんとか、これほんまもう25、6年前かな。もうでちょっと増水してて、よーいスタートでバーッとこういう2人乗りのやつをレースしてて、当時やっぱ自転車落ちてたりとかいろいろあったんですけど、言ってもやっぱり落ちるっていうボケ、誰すんの的な空気感はあったんですけど、ほんまに汚いの知ってるから、でも落ちようって思って、僕わざとなんかその障害物にガーッと当ってうわーっと落ちたんですよ。ザバッと入った瞬間に泥に刺さったんですよ。でもうほんま水こんなん当時すぐに泥やったんですよ。ズボッとなって一瞬出られへんなって、うわ死ぬと思って出てきて、ほんでとりあえずうわ死ぬわとか言いながらやって、近くのなんかでっかい銭湯みたいなので一回みんな洗いましょうでバーってやってる時にパンパンになれたんですよ。やっぱりね、なんか何がしかの金的なもんがパンパン、まぶたもパンパンになってきて。それ大丈夫でした？結局しばらくして収まってはきたんですけど、当時すごかったですよ。僕この下水道入る時に地元の都市冒険家のやつに話を聞いてたんですよ。場所を教えてもらうのに、そいつがこの下水道でこけた時に手をパンってついて切っちゃったらしいんですよ、さっきのところ、そしたら本当にここちょっと切っただけなのに半日後には手がグローブみたく腫れて、でやべえっつって病院行ったらあと6時間遅れたら肘まで切断した。もう破傷風的なやつでしょ。もうどんな菌が入ってるかもう分かんないって言われたんですよ、医者が。だから宮迫さんもし分かり間違ったらチンチンぐらいどっかほんま二度と浮気誰が浮気するのそっちの方が良かったな。やましゃ。いやでも下水のやつとか本当にいろいろ混ざってるから普通の抗生物質じゃ本当に効かないんですよね。はあ、すごい。ちなみに時、僕についてくるディレクターって
ディレクターなんですけど、はいはい、その当時ついてきた、でその人が僕あそこで同じこと考えたらしくて、落ちてほしいなと思ったらしいんですよ、あそこに。でさすがにカメラ回してるから何も言わないんですけど、口が動いてて、なんであの人なんかいつも何言ってんだろうな、何言ってんだろうなってじっと見てたら、口が落ちる落ちる落ちるまあね、でもまあそこは見たいとこではあるんですよね。でその後で逆に僕はもう絶対落ちてなるもんかと思ってこうなるじゃないですか。そしてこっち全部取材終わって下水道の出てく途中に「モンダルさんジャーナリストだからいいですけど、これ芸人だったら俺口聞いてないですよ」って言われてすげえな。そこでプロ魂出すなよとか思って。まあ芸人ならばは、まあ、あるんですよね、芸人ならば。でもそれになるわけじゃないですか。パンパンに腫れるっていうか、さっきのアメリカ人のやつみたくそこやばいわけじゃないですか。だからたまたまというか、例えば東京湾で船乗ってなんかロケする言って、まあ誰か落ちるノリにまあなるじゃないですか。で落ちたんですよ。で落ちて「わー!」とか言いながら、まあそんなロケがあったその日の夜かな、夜か次の日かにニュースで東京湾でホホジロザメの死体が上がったと。そのもう上手ぐらいの56メーターのやつが上がったとね。あ、そうなんや、まあ流れ着いたんやなって調べたところ、流れ着いたんではなく東京湾の壁かなんかに衝突して死んでると。じゃああん時おったんやんあん時ホホジロザメおったんやんってゾッとしたん覚えてる。笑いのためだったらサメに食われるみたいなのある。いや食われたくない、そんな食われたくないし、いやそう考えたら安易に飛び込むとか、後にね下手したらなんかあるかもしれん。だってホホジロザメなんて目悪いですからね。人は基本的に襲わないですけど、パドリングしてるサーフボードのパドリングをウミガメと間違うってようかじられるって、あれやっぱ曇りの日なんですって。だからハワイの地元のサーファーの人は曇りの日は基本的にサーフィンしないんですって。伝説のサーファーってロケに行った時に見て今日曇ってるでしょと、今サーフィンやってるのあれ全員外人だよって、地元の人絶対やらないから、だって目悪いからかじられちゃうよ。そんなん知らんわって思ったら、東京湾なんてぶつかるぐらい水濁ってるから、もちろん目ではなく感覚だけでそこでバシャバシャしてたら食い物や思って絶対食われてた可能性あったと思ったら、もうしかも当時思い出した時にそんな受けてなかったんですよね落ちたことに関して。もう早くロケ長なるから早くしてみたいなスタッフ顔されてたから、もうしょうもないことで命を落としてる可能性はあったと思うんです。そんなに体張ることないですよ。いやもう怖いですからね、そう考えると。でも芸人の商売の癖です、本当ね。楽しいなこのチャンネルを見てゴンザレスさんの方のチャンネルも貼っつけておきますので、ぜひそちらのも飛んでみてください、というわけで本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録のために高評価よろしくお願いします。